アブラムシの歴史とその進化。イントロダクション。アブラムシは、農業やガーデニングにおける厄介者として知られていますが、その歴史や進化を知ることで、彼らの生態や行動をより深く理解することができます。本動画では、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、アブラムシの歴史と進化について解説していきます。アブラムシの起源。アブラムシっていつからいるのだ？アブラムシは約2億年前のジュラ紀から存在していると言われているわよ。化石の記録からアブラムシがその頃から植物と共生関係にあったことが分かっているのよ。そんなに昔からいるのだな。どんな植物と一緒にいたのだ？初期のアブラムシはシダ植物や針葉樹などの原始的な植物と共生していたの。今のような多様な植物との関係は進化の過程で徐々に形成されていったのよ。アブラムシの進化。アブラムシってどうやって進化してきたのだ？アブラムシの進化は植物との共生関係が大きな要因になっているの。彼らは植物の栄養を吸うための特殊な好奇を持っていて、その好奇が進化することでより多くの種類の植物に適応できるようになったのよ。なるほどなのだ。それでいろんな植物にいるのだな。他にはどんな進化があったのだ？もう一つの大きな進化は、アブラムシは有性生殖と無性生殖を使い分ける能力を持っていることで、これによって環境が変わっても柔軟に対応できるのよ。アブラムシの生態と行動。アブラムシってどうやって生活してるのだ？アブラムシは植物の茎や葉から栄養を吸い取ることで生活しているの。彼らは群れを作って繁殖することが多くて、その群れの中で情報を交換し合うことで敵から逃れたり、より良い餌場を見つけたりするのよ。へえ、アブラムシもコミュニケーションを取るのだな。アブラムシは天敵から身を守るためにアリとの共生関係を築くこともあるの。アリはアブラムシを守る代わりにアブラムシが分泌する甘い液体をもらうのよ。まとめ。アブラムシの歴史と進化を知ることで、彼らがいかにして、長い年月を経て現在の形態に至ったのかがわかります。ジュラ紀から存在し、植物との共生関係を築き、進化を遂げてきたアブラムシは、環境に適応するための多くの能力を持っています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。